こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、美しいイラストですよね。東花さんの作品で、タイトルはセーラー服の女の子。服のシワや髪の流れ、色の統一感を意識して描きました。場面イメージは何か特別な力を持ってそうな女の子が目の前に現れて、こちらを見つめている感じです。服のシワを描きすぎてしまった気がするのですが、どこを簡略化すればいいのか、その度合いを添削していただきたいです。あとは全体的に気になる部分や、何か神秘的な雰囲気の出し方を知りたいです。添削よろしくお願いします。はい、ということで東花さん、添削のご応募ありがとうございます。とてもね、目に強い力が宿っていますし、キャラクター自体も印象的に描けていて、非常にね、素晴らしいイラストだと思いました。で、いくつかね、質問文の中で気にされている点がありますね。神秘性と服のシワに関してです。この2つの点、一見ね、関係なく見えるかもしれませんが、実は結構連動しています。というかおそらく、東花さんは今から僕が言う部分の理解があまり深くないから、結果的に神秘性を出せていないんだと思うんですね。で、それが何なのかっていうと、明暗さです。神秘性を出すためには実は明暗さの理解をかなりしっかりと理解している必要があるんですね。それとこの服のシワなんですが、東花さんはねちょっと描きすぎちゃったかもっておっしゃっていますが、実はねそんなことはありません。これについてもですね、明暗さをもう少しだけ深く理解すると、簡略化しなくても描きすぎている印象だけ取り去ることができちゃいます。はい、言葉だけの説明だと何を言ってるのかわからないと思うので、実際に添削していきましょうか。今日の動画を見ていただければ、神秘性って一体何なのという神秘性の正体を知っていただけて、見ている方も自分の作品に転用できるようになると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速いってみましょう。でですね、もう最初に結論言っちゃうんですが、神秘性の出し方はですね、実は明暗さを利用して顔から他に注意をそらすことです。そうすると神秘性が出ます。はい、つまり僕がいつも言っている顔に注目を集めるように明暗さをコントロールしようということ、その逆をすればいいんです。普通はですね、主にこの部分に注目を集めようと明暗さをコントロールしていくんですが、今回は逆です。ここから注目をそらそうとしていくと、神秘性っていうのは徐々に高まっていくことになります。面白いでしょ。東花さんはこのことをちょっとだけ理解し始めていて、キャラクターを逆光にして後ろから光を当てることで、この部分に注目を集めることに成功しています。もうすでにこの輪郭の部分ですね、ここに注目を集めようとしてるんです。それによって実はもう結果的に神秘性は出始めているんですが、でもね、東花さんの理解としては、顔から注目をそらすことで神秘性が出ると理解してるんじゃなく、逆光にすると神秘性が出るはずと理解しちゃっているので、実はですね、違う部分で神秘性を削ぐようなことをしてしまっているので、いまいちね、神秘性を出し切れてない部分があるんです。その部分を解消していって、神秘性が出るかどうか実際に見ていってみましょう。まずはこうです。はい、一旦ですね、背景を明るくしました。これは逆光を強める効果がありますが、さっき言った顔から注目をそらすという観点で言えば、背景を明るくすることで、よりですね、キャラクターのこの輪郭の部分が強調されますよね。はい、明暗さをつけたことで輪郭に注目がいったのがお分かりいただけると思います。つまり顔よりも輪郭に注目がいくことで、顔の中身からは注目がそがれることになるわけです。あとはこんな工夫もありですね。はい、窓枠のようなシルエットを描きました。これはですね、木でもビルでも何でもいいんですが、今回はね、簡単なので窓枠にした感じです。これはですね、キャラクター以外のシルエットが後ろにあることで、情景をね、想像できますから、よりシチュエーションが想像できるようになるのと、あとはね、キャラクター以外に若干注目がそれることになるので、これもね、神秘性を出すのに寄与しますね。あとはこうでしょうか。はい、キャラの背後を明るくしました。キャラの周りを明るくしたら顔に目がいっちゃうじゃんって思ったかもしれません。確かにね、今言った処理で顔に注目がいくのは確かなんですが、だからといって完全にね、顔から注目をそらすのはイラストの印象自体が弱くなってしまいます。印象をね、弱くしすぎたら少しだけ印象を強める処理も入れてバランスをとってあげるのも必要なことなんですね。何事もバランスが大事です。あとですね、一応正確に言っておくと、このね、背景を明るくしたっていうことは明
明暗さが強調されるのはあくまでこの部分、キャラクターのね輪郭の部分なんですね。なので正確に言うとこの目鼻口の部分に注目がいくような処理ではないので、実は背景を明るくしたっていうことは顔の中身から輪郭に注目を移したっていうことです。実はですね、僕が最初に言ったこととは矛盾してないんですね。はい、背景はこんな感じ。次にキャラクターに行きましょう。まずですね、ちょっと肌色がくすみすぎているので土系色にも見えています。若干ですが肌を持ち上げてみましょうか。こうです。はい、こんな感じ。少しだけね正気が宿ったようにしました。ここはですね僕の好みなので、元の色味にね意図がある場合にはそのままでもいいと思います。ただね、鼻のハイライト、ここを控えめに抑えたのがポイントでしょうか。この鼻の部分ですね、ここはですね結構コントラストが強めなのとハイライトが大きめに入っていたので、この中身に注目を集める効果が高かったです。ここを弱めることで顔から注目をこう外側にね分散させたことになります。そして次に黒目ですね。で黒目なんですが、今ですね結構印象が強すぎるんですね。これによって神秘性がそがれているとも言えると思います。で黒目の神秘性を削いでいる原因は細かく言うと2つあってですね、1つ目は何といってもものすごく鮮やかな紫色だということです。それとですね2つ目、黒目の輪郭が結構はっきりしているっていうことですね。この2つの原因が神秘性を出すのを邪魔していると思います。少しだけ調整していきましょう。はい、こんな感じです。かなりねこう微妙な変化なんですが、この違いがありますね。ちょっとね変更前は少しこうどぎつい感じ、ことさらにねこの人の能力を強調する場合にはこれでもいいかもしれません。神秘性っていうよりはちょっとこう不気味寄りに寄っているような感じですね。でもうちょっと神秘性を優先させる場合にはこっちのパターンがいいかもしれません。鮮やかなね紫っていうのは別段悪くはないんですが、全体的に鮮やかすぎたので少しだけサイドを抑えてあまり浮きすぎないぐらいのトーンに調整した感じです。あとこれはわかるかな、アップにするとわかると思うんですが、黒目のねこの輪郭ですね、ここをこうぼやかし気味に薄くしました。ここを薄くすることで黒目の輪郭がぼやけますから、ことさらに注目を集めるのを避ける効果があります。つまり神秘性を強められるってわけですね。さあ今と同じ理屈でこの上まつげと下まつげ、ここも結構くっきり描かれているので注目を集めすぎちゃっていて神秘性をそがられています。少し印象を弱めてみましょう。こんな感じ。はい、こんな感じです。色調整をして少し黒を弱めてみた感じですね。こうやって馴染ませることで目から注目がこう他に分散して神秘性が上がった感じがしてきたと思います。とはいえねまだ細部の調整なので見ている人は分かりにくいかもしれませんが、最終的なビフォーアフター見ていただけると、確かにってね、今の調整が実は役立っていたことが納得できると思います。そしてですね、これも僕の若干好みなんですが調整します。はい、少しだけですけど顔に赤みを入れました。これはですね目鼻口を強調する行為なので、入れない方が神秘性自体は上がっていくと思います。はい、完全に僕の好みです。すいません。でもねさっき言ったようにバランスを取る行為ですね。神秘性ってね、神秘性を突き詰めていっても結果的にキャラクターから魅力が失われてしまったらこれはね本末転倒です。テーマは神秘性なのかもしれませんが、実はその手前にキャラが魅力的に表現できているという大前提があることは忘れないでください。意外とですね中級者上級者こそ表現にこだわるあまりこういうね大前提を忘れてしまうことがあるので注意です。さてここからさらにですね顔から他の部分に印象を分散させていきましょう。こうします。はい、顔以外の部分にハイライトを入れました。ハイライトはねかなり注目を集める効果があるので、それを顔以外の部分に入れることで意識をねそちらの方に反らすことができます。顔から注目が他に移れば
そうです。神秘性が増すんです。はい、分かってきましたね。同じく制服にも若干ハイライトを足しましょうか。はい、こんな感じです。どうでしょう。だんだんと顔から注目が他に分散していって神秘性が上がった感じがお分かりいただけるのではないでしょうか。こうしてみると神秘性ってですね、目を凝らしたくなる感じとも言えると思います。一見ねこう分かりにくいのでよーくね目を凝らしたくなる感じです。なので分かりやすくしていくと神秘性は失われてしまう、その逆をすればいいんですね。さあスカートも若干調整しましょうか。はい、こんな感じです。ここもね細かいんですが、少しだけ明暗さをつけてあげて顔からこちらの方に注目を分散した感じですね。でですね、あとフォーカさんが気にされていた服のシワ、このね、セーラー服の服のシワなんですが、多分ねこう描きすぎたって思ってるのってこういう細かいシワのことだと思うんですが、これですね別に描きすぎてません。むしろよく描けてるなって感心したことです。じゃあなんでこれが気になっているのかっていうと、すごくね細かい布の起伏が書かれているので、こことこことか、あとはこことこことか、あとはこことこことかを比べた時になんかねこう全部、明暗差が似通ってしまっているんですね。でこういう広い面積で明暗差がそれぞれ似通ってしまうとちょっと細かすぎるかなっていう印象になってしまうことがあります。なのでこういう場合はね簡単です。簡略化するのではなく逆にねワントーン足してあげましょう。はい、こんな感じ。部分的にねこう暗くすることでこっちの明暗差とこっちの明暗差差をつけてあげました。こうすることでさっきのねこう部分ごとの明暗差を比べた時にこっちはねかなり明暗差がパッキリついていますが、こっちは逆に見にくくなったと思います。明暗差は確かについているんだけどすごく淡い調子、淡い明暗差になったってことですね。このように明暗差に差を生むことで単調な印象を和らがせることができると思います。ただですねここまでやっといてなんなんですが、僕はですね元の印象のままでもそんなに気にはならなかったので、もし気になるのであればという感じで取り入れてみてください。はい、で制服のシワは僕はいい感じだと思ったんですが、逆にですねリボンのシワ、ここがですねちょっと気になったかもしれません。ここのねこのシワのコントラストが若干強いかなと思いました。もう少し明暗さを弱めてあげると気にならなくなると思います。はい、こんな感じです。ちょっとねこう邪魔に感じていた明暗さがすっきりしたと思います。でこのようにですね服のシワってシワ自体の形は結構いい感じに描けていても明暗さがつきすぎている、逆に明暗さが弱いなど明暗さの強弱でだいぶ印象が変わってしまうので、シワの形よりもですね明暗さに気を配ってあげた方がシワっていい感じに描けると思います。あとは最後髪の毛の調整ですね。だいぶ神秘性は上がってきたので髪の毛はおまけ程度に調整します。まずはここから。はい、後ろ髪の部分を若干明るくしました。前の状態だとですね前髪との前後関係がわからなくなってしまっていたのと、あとは後ろ髪を明るくすることでこう光がね後ろから透過していることを表現できるので、これによっても若干神々しさというか神秘性を上げることができると思います。あとは若干前髪の方もね光を足してみましょうか。はい、これもですね同じ理屈ですね。目、鼻、口から他に印象を分散させるために髪にハイライトを入れた感じです。特にねこの襟の部分の髪の毛を明るくしたのが印象の分散に役立ったと思います。で最後パーティクルをいくつか飛ばしてあげても印象をぼやかすことができて神秘性を上げることができると思います。やってみます。
はい、こんな感じで今回の添削は終了となります。並べて見比べてみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。ものすごくね、顔、特にね、目に注目がいっていたのが、印象がこう分散されて神秘的な雰囲気になったのがお分かりいただけると思います。今回はね、神秘性を出すにはどうすればいいのかという観点で添削をしてきました。神秘性を出すには、普段のイラストとは逆に目、鼻、口の印象をぼやかして他の部分に印象を分散させることで、どうなってんのこれでね、見ている人が目を凝らさなければはっきりとはわからないぼんやりとした印象にすることが大事です。目を凝らさなければわからない、少しねこう薄い膜がかかった感じとでも言いましょうか。それが神秘性につながっていくんですね。はい、そう言われてみれば薄く膜がかかっていく感じがお分かりいただけると思います。トーカさんはおそらく感覚的にはそれが分かりかけていますので、この動画を見ていただければさらに理解が深められると思います。今知った知識、ぜひね次の作品で活かしてみてください。それと今回は神秘性の表現についての添削でしたが、似たようなところで透明感の表現についても結構人気がありますよね。透明感を出したい、でもどうすればいいのかわからないという方はですね、こちらの動画気まぐれ添削184、透明感は〇〇を意識するとうまく描けますがおすすめです。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ、準備はいいですか。気まぐれ気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。